一般的にインスタントモルタルという形でガーデニングでやるには便利です。これで分量を測ってやる必要はないんで、もうこれでできちゃった。これで。おはようございます。金井隆一です。おはようございます。前回ちょっとモルタルの作り方をやってもらったんですけど、はいはい、インスタントモルタルってあるじゃないですか。はいはい、あります。はい。あれは実際どうなのかっていうところを金井さんに教えていただきたいなと思いまして。我々も本当に実際にインスタントモルタル使うときは少量の時、まあ私たちの場合はね、ちょっとした補修とか、ちょっとするときに使うぐらいで、あまりちょっと普段はそれを主として使ったりはしてませんけども。じゃあ普段の現場ではあまり使わないということですね。そうですね。モルタル自体はベースモルタルとかいろいろ今売ってますけど、もうだからちょっと少量のにおいてはそのワンパック買ってくればそれで使えるんで。じゃあガーデニングとかには全然使える。そう全然いいですよ。自分で使う作る場所また量によってどちら選んでもらえればよろしいかなと思いますけど、はい。その辺もじゃあ詳しく聞いていきたいと思いますんで、ちょっとよろしくお願いします。これがインスタントモルタルですね。そうです。一般的にインスタントモルタルという形で砂とセメンが入ってるやつです。他のやつはもっと軽い国材が入ったやつで呼び名が変わったりしてますけども。じゃあもうこれ本当にもうじゃあ砂とセメントが混ざってて配合になってるやつ。水を入れるだけでいい。水が入れるだけです。だからモルタルというのは砂とセメントだけで練ったやつ。いっぱい。じゃあ一見便利そうですけど、普段使わない理由は何なんですか？使わない理由はやはり、コスト的にやっぱり20キロで、お値段がしますから、我々にとってはやはり砂がホームセンターで買って200円以内ぐらいで、セメントも500円前後600円とか、そういう形で差がありますから。高い分ちょっと便利であるということでもありますけども、はい。であともう分量配合されてるんで、前回のように、セメントを足して粘着性を高めるとかいうのが、もうこの配合で決まってるわけですから、あとは水の入れ方に柔らかくしたり硬くしたりという状態の部分の構成になっちゃうので。その部分量が変えられない、その配合自体のセメントの配合が変えられないということですよね。やっぱ普段の現場ではセメントを多くしたり砂を多くしたり分量を変えることがあると思うんですね。状況に応じてそれができるので、ちょっとあんまり出番がないというじゃあもう本当に普段の現場ではほぼ使ったことないぐらい。そうですね。だから本当に先ほど言いましたように、我々の場合は補修とかちょっと少量の工事で現場においてちょっとセメントが必要になったと、モルタルが必要になったという時には使ったりはしますけども、はい。ですね、ガーデニングでやるには便利です。簡単ってことですね。簡単だし、ご自宅でやる時には結構この量だったら結構のレンガを積むこともできますし、ガーデニングやる分においてはこの量でよろしいかと思いますけどね。逆に言っちゃえば砂とセメントの配合を間違えることがないってことですか？ないです。その後水だけです。はい。で、例えばもうこれを買ってその数量で体積で、全部もう最初に練っちゃう人もいると思いますけども、これもだったらできるだけ少量に分けた形で練った方がいいかと思います。今回ちょっと一応ですね、3倍分ぐらいのあれでちょっと塗り方を
ご説明したいと思います。これも本当は手袋した方がいいですか？これもした方がいいよせっかくあれなんで手が荒れるんで。金井さん絶対しないですもん。いやいや、すぐ洗ってますから絶対にそういう問題じゃないと思う。まあこれはこれで分量を測ってやる必要はないんで、本当にじゃあこれ混ざったらできるんですね。これはもうこうやって混ざっているわけです。砂ともう砂で、だからちょっと砂でも中めよりちょっとあれかな、じゃあちょっと粗めの粗めの砂がで、これもですね、前回言ったように水をやるときにちょっと斜めにして、これこそハイモンインスタントモルタルこそここで練りながらこうやってつけたりしていくのがいいですね。じゃないと、例えばこれ一杯をもう半分でもいいですけど、やった時に水をどこどこ入れちゃった場合、またつけ足してっていう場合にもうこれ一回いかなかったらドロドロの状態で終わっちゃうんで、付け出しができないんで、ですから余計に寝る時には必ず少しずつやって水を少しずつよりも水をちょっと入れた状態でこれで足していきながら寝ていくっていう形をとったものはちょっと粗いなね、やっぱし。ちょっとね、練った状態は調合したよりはセメンが結構効いてる。まあ1対3よりはちょっと効いてる感じが効いてる感じですね。だからまあかえってそういうものは一般で使うとしたら共同的に塊がじゃあもうこれでできちゃった。これでいいですね。このぐらいで、はい。まあこれも同じように用途によって柔らかくなったら柔らかいどもなんかやったら柔らかくてもいいですし、レンガとかなんかやったら大体このぐらいの練りで。ちょっと私のあれから見たらセメントが多めに入っていると思います。まあ実際にレンガをまあ積む時に下地にこれの時にはもう使ってる感じ普段のモルタルと比べてどうですか？まあちょっとセメントが多めに入ってるなって感じはします。まあでも普通に使えはするってこと全然平気ですよ。考えてね。だからこういう接着レンガとレンガをつけるにはいいんじゃないですか、一般の。これはもう逆にこの練り具合もちょっとこう叩いたらそうグニュッと出てくるぐらい。そうですね。だから
そのぐらいの練りじゃないとちょっとレンガとかこういうものをやっぱし積んで置くだけじゃなくして重みである程度トントンって叩いて圧をかけるということによって接着効果が出るんで、今たったこの数量で一応こんだけのじゃあもうほんと一袋あればちっちゃいレンガ花壇ぐらいだと作れちゃいそうですね。まあ全然平気ですね、この20キロで。まあこれをもう延長させればそのまま花壇ができるよってことですね。そうそうです。あ、じゃあこういう形で、簡単すね。これでもう固まっちゃうんでいいんじゃないですか。ですね、結構使い勝手でセメントの量が1対3よりも経験上ちょっと多めに入っていると思います。だからちょっともう少し柔らかく練り方を多めにちょっと練る時間を少し多めに取った形のはいいかなって感じがします。ちょっと固まるのが早い。早いと思います。まあ結構こういうのは緊急の時とかなんかそういう形で使う場合も多いんで、そういう面も考慮した形かもわかんないですし、まあ一般の方はもう塊が早くなるっていうこと自体が早く補修できるとかそういうものもあると思いますけど。まあでもこれもじゃあちょっと硬くなってきたら水をもうこうやってもうだから硬くなったらこの状態でもうちょっと水を足すだけで戻りますから、だからそれはもう大丈夫。こういう状態、表面に水が照りが出てるような、これがボソじゃないですか。こういうそうすると表面のこのザラつ感もこの骨材のブツブツ感がな、ほらこれはあるんです、このぐらいが一番。そうすると最後コテで仕上げる時も滑らかに、これだともうボソボソする。このぐらいです。このぐらいがまあ一般的な使い方がいい状態です。これだと特にレンガの場合こうやってしつく状態で、このこのぐらい硬いとボソつ感でこうなっちゃうんです。そうするとしっかりくっつかない、だからこういうよりはもう少し練った状態で練りのこれでもちょっと硬い。こうやってこうやってひっついちゃうね。こう硬いっつうとボソついちゃうと、なんかボソついちゃうとこういうこうやって落ちちゃう。ボロボロ落ちちゃうんですね。やっぱり練りが柔らかいとこうやってもうちょっと一回押すだけでこうやっただけでこうやって落ちない。まあちょっとそれを見極めてっていうか、まあこういうので押した状態でこんな感じ。これでインスタントモルタルの使い方以上になります。使い勝手は同じなんで、非常に少量に使う時には非常に便利なものですから、あとはこれも前回言いましたカラーネ普通のカラーネと同じように密封して湿気の当たらないところに置いとけばいつでも使えますから、ぜひ活用してください。金井さん実際使ってみていかがでした？全然これと手間がね
省けるっつうことにおいて使いやすいんじゃないですか。だけど砂とモルタル、こういう別々の素材だといろんな多方面にちょっといろいろ活用ができるんで、まあお値段的にねちょっと高価ですけども、まあ、使い勝手としたら非常に買ってきて水入れてスコップさえあれば溶いて、でそれで押さえで1日で固まっちゃいますから、まあ、使い勝手がいいと思います。はい、じゃあありがとうございました。ではこれで失礼いたします。じゃあどうもありがとうございました。